憧れのハケ、先生重心が違うね。この幅ね、すごい使いやすい。なんでそんなに綺麗に画面綺麗に塗れるんですかみたいな。これが私の見方をしてるだけで美しくないですか？ごきげんよう。日本画家の諸星美希です。私は学生時代からもう憧れのハケっていうのがあってですね、私の作品においてはハケはなくてはならないものなんですね。作家それぞれ違うと思いますけれど、こだわりの筆っていうのはね、あるかと思います。今日はハケの話なんかをしてみたいなというふうに思うんですよ。はい、まだ、造形大の頃、京都造形に通う頃、本当にまだ母親から仕送りをしてもらっているお金の中から少しずつ貯めておいて買ったハケが第一歩目がこれです。もうこんなになっちゃいました。彩雲堂のハケです。京都の彩雲堂さんのハケが本当にいいと、教授陣からね聞いて、それで絶対ね欲しいなっていうふうに思っていた時に、彩雲堂さんがもうこの職人さんがもうハゲが作れなくなって残り確か3本だったかな、1本か2本か3本残り、そのぐらいしかもうないんだと言われて、ハケを引いていくうちに1本の毛も抜けないんだよと言われて、もう途端に欲しくなって、よくありますよね。ハケ引いてるとその毛を拾うのが大変でね、画面の中にね毛が入っちゃう。それでどうしても学生時代にそのハケが欲しくて、これをね買ったんです。本当にすごいハケでした。なんか本当に綺麗に塗れるんですね。先ほどこれをね並べる時に、映像の玉木くんと一緒に並べた時に、全然ね玉木くん絵描かないのに先生重心が違うねって、もうすごくねいい名言がね出ましたけれど、本当にその通りで、使い勝手がいいんですよ。私はこのハケに関してはこんなになっても捨てれなくて、あの時の思いがあるので捨てれないんですよね。まだねあと捨てれないハケがもう一本。これはですね、まだ入学する前ですね、竹内浩一先生にプレゼントしていただいたね筆なんですよ。何本かくださった中の一本なんですね。なんか本当にこの幅のハケは使い勝手が良くてですね。で、つい最近までは割と使ってたんですけど、少しずつやっぱり毛がちょっと抜けるようになって、これは彩雲堂さんのではないんですけれども、確か鳳凰堂さんの包みだったと思いますね。なんかそういうことで鳳凰堂さんにも私はちょっと憧れを持ちましたね。これもね、もうすごく大事にしているハケです。本当この幅ね、すごい使いやすいので、ぜひお試しください。これ何寸って言うんでしょうね。なんか一寸五分ごめんなさいね。一寸とか二寸の漢字が私ちょっと疎くてわかんないんですけれど、このぐらいです。サイズ感としたら。これは本当に使いやすいので、ぜひ。それで後に、彩雲堂さんの波形がほとんどなんですけれど、これちょっとどこで買ったとはちょっと言わないように裏返しにしてるんですけれど、見てください。似たような波形だからと思って買ったら、こういう風になるんですよ。わかります？これ、V に私が切ったんではなく、こういうことになるんですよね。だから全然違うんですよ。なんか、初めはこれもすごく使いやすかったんですよ。すごい使いやすくて使ってたんですけど、だんだん減るにつれて、この毛の感じがね、これだともう完全に、だって、なんか間全然ね、ハケ引けないじゃないですか。ね。なんかもうちょっとこれは、取ってありますけどね。こんな感じで。ここに並べたのもごくごく一部ですけれど、
なんかすごくね使いやすいですよ。はい。で、こっちねはもうこれは金泥とかね、泥バケ。はい、すごいね、これも気持ちいいです。細かい粒子も本当に綺麗にね、刷毛目なくね、スーッとね、引けるものなので、気持ちよくね、使えます。はい。最近は誠心堂さんのね、刷毛もちょっと使ってみたいなということで、なんかちょっと、使ってみています。ね、さっき言ってた竹内先生からね、もらった幅のも、これもね、ちょっと買ってみたりして、はい、なんか、まだね、使い始めなのでね、またちょっと楽しみなんですけれど、だんだん手に馴染んでくるんじゃないかなっていうふうにね、思います。はい。こちらなんかはもうね、彩雲堂さんのね、刷毛ですけれど、大きさいろいろあって、ね、なんか美しくないですか？ね、はい。実はこれも竹内浩一先生にね、プレゼントしていただいたものなんですよ。ちょっとね、いいことがあったりすると、なんか先生、こういうことをしてくださる先生なので、いいでしょなんか自慢していいでしょっていうね。はい。なかなかね、大事なものを塗るときにこれは使っています。はい。ね、これももう、彩雲堂さんのね、刷毛です。ね、またちょっといいことがあったりすると、彩雲堂さんからも刷毛いただいたりしているので、これなんかは確かそういうふうに記憶してますね。彩雲堂さんからいただいたんじゃなかったですかね。これなんかはね。これはもう全然、本当はこのサイズがね、彩雲堂さんの欲しいんですけどね、ちょっと私は割と最初の頃は、粗い粒子をね、使うので、意外。ね、またコンテンツでも教えますけど、なんかどんどん減っていっちゃうんですよ。ね、刷毛がね。なんでこれはちょっと大きいのは安い刷毛をね、ちょっと使っています。はい。ね。なんかよく質問される中で、なんでそんなに画面綺麗に塗れるんですかみたいな風に言われるんですけれど、これですよ。これが私の見方をしてるだけで、私はそんなに技術的には高くないです。うん、なんか本当に1本でもいいので、1本でも2本でもいいので、いい刷毛をちょっとお買いになると、その違いが本当よくわかると思います。なんか私はなんか学生時代にそれを体験したので、やっぱりいいものは持ってたら、もう画面も全然違うんだとかね。もう本当よどみなくね、私は割とフラットな画面を目指そうと思っていたので、もう刷毛はね、マストでこれは私のなんていうのかな、味方してくれる戦友たちというかね、そういう感じですかね。背景をこうなんていうんですか、刷毛を引かずにね、描く方もいますし、あとはまたね、鉛筆の回は鉛筆の回でね、したいとは思ってるんですけれど、よく人物を描く、ね、先生なんかは含みがあるから、ね、鉛筆なんかはたくさんね、お使いになるかもしれませんよね。なんかそういうのも筆のね特色でね使い分けたらいいわけで、私は薄塗りのなんか本当にフラットな画面が私の中では求めるところなので、もう刷毛はマストです。ね、はい。ね、またこう上の先生からこうなんていうんですか、受け継がれたね刷毛をねまたお持ちなのもこうどんどん代々ね使っていく道具なのかもしれませんね。はい。もう一つ空刷毛みたいなのもありますけど、私はね意外と空刷毛はしないんです。細かい絵の具なので、もう混色したまんま刷毛で引いて画面を作ってますので、空刷毛で画面ができていないんですね、私の画面に関してはね。はい。そういうことで、
はい、ここから先はまたメンバーシップのね、限定動画の方でもう少しだけ私が使っていて、これはっていう実践編の筆をちょっとまた紹介しようと思うので、ぜひまたこの先もメンバーシップに入ってくださっている方は、限定動画の方にね、また見ていただければと思います。はい、今日はこの辺りにいたしましょうか。それではまた。